うございます。じゃがいもは近所の人から。そうそう。畑のくずみたいなのをみんな持ってきてくれるから、だからポテトサラダにする。もったいないやろ。しもた。ジュース持っていって忘れた。これは青じそのジュース。これは売るもんじゃないんやけど、作っとってみんなに飲ましてあげる。後で飲ましてあげるからな。美味しいんやね。はい。つまり今度の美味しいとあれがあるからもう段取りが狂ってしまうんや。こんな仕事ができんやん私。ほんまなこれいっぱいないつも作っとくんや。筋がこんから作れん。2時間ぐらいかかるからな。味しみるまでですね。そう水で溶くよりおでんにつけるからしつけん人の方が多いんやけどな。味が濃いからな。
自分がしたし32年やから56年ぐらいになるかな、ひょっとしたら。今おいくつなんですか80。一人でしょったお母さんが。もともと子供が多かったからな。子供の店やったんや。駄菓子屋とかな、お好みとか鉄板な。じゃあそこにある鉄板ももうずっとそうそう。お店ができた時からのずっと使ってる鉄板なんです。どうしてお店を引き継がれるというか。母親が急にな倒れたからしたくなかったんやけど、みんなにもったいない言われてしただけ。初めはあんま乗り気じゃなかったんですか？乗り気じゃないどころか、もう今でも嫌や。料理自体はお母さんの味っていう。そうやな、お母さんの味かもしれんな。おでんなんかでも聞いてなかったんやけど、自分が食べとったから分かっただけでな。だからみんなな、レシピ教えて言うんやけど教えられんねん。分量で入れるから、もう感覚や。タイヤな、これにしたら結構みんな喜んで食べてくれるよ。またするんかどうか知らんけど、小学校の中でしよった。札はな、すぐ取れるから、ここらの人は幸いいらんの。でもな、こうやってしとったらな、おいしいしな、県がある人はよう食べてくれるから。じゃあ佐野さんもずっとこの福田の町で生まれ育った、そう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 。今はもうあんまりないけどない、何十隻もおったから、石運ぶ船が。今おらんよ。男の人はみんな船で神戸とか大阪とか行くからな。福田いうとこはほとんど関西弁に近いんや。ここだけ、小豆島でもここだけ。まあ人はもう全然おらんなってしもたな。子供がだけでも500人も600人もおって、子供だけでで、まあ時々子供が来るけど、2人か3人かがパラパラと来るだけや。今おらん。2枚ずつ入れるからな、やっぱグースじゃないといかんから。
掃除しとるからいいって言ってくれる。ですからね。これ最近ね、税込み税抜き表示、それで君で水曜日月3000円でのお支払い。これ入ってないから。ああ、これ。変えることできますよね。一度変えると13%。来たね、今日も。おでん食べるわ。はい。俺これに行こうや。手ですくうたらええやん。ああ、カツは何する？キャベツ持ってカツ出すのか。うち姫路の調味料屋やねん。で順番にお客様。おでんを使ってて美味しいです。冷やしうどん2玉ですか？2玉。1玉1玉ね。はいはいはい。ほんでそれ以外にカツあげてくれへん。はい。おのしっかりとこからのな。佃煮屋さん容器あるから。美味しい。なんて言えば。生姜よう効いてて美あ、味しい。生姜ね。はい、生姜たっぷり入れどます。うぞ。美味しいな。今日は何を頼まれたんですか？牛すじとこんにゃくと豆腐。おでんのつゆは継ぎ足していってると思うので、しっかりといい味出してる。まずそれが一番。あととんかつ。ええよこれは。なあ、ここであげてくれはんのが。お店の気に入ってるところとかありますか？やっぱりかみさんやと思うわ。元気やで、仕事できて船で帰る前に食事できるとこってないやろ。こういうお店大切やと思う。1880円です。これ、ありがとね。ここにはなんか行ったことなかったけど。カラオケか。あれだめの。何年ぐらい通われてるんですか50年ぐらいやな。50年ぐらい。だから僕の子供も。親子さん代や。前や。何がおすすめとかおでん。筋がお店のこうずっと気に入ってるところというか。味かな。味。お魚いいよ、お味。
これもあまりだ。よう覚えとる。今日は何ですか？日替わり。とんかつとか魚の南蛮漬けがありますけど、豚のとんかつなんで。南蛮漬けで。南蛮漬けで。どっちが南蛮漬けやった？こっちな。すごく懐かしいというか美味しいですよ。よくお店には来られるんですか？ 2回目。料理はいかがですか？美味しかったよ。おでん最高やもんね。可愛いお母ちゃんと。多分来たらまた来るやろうと。地元の。そうそうそう、地元のそう。小豆島のしか使わんわ。えら。美味しいですね。開いててよかったです。
ってるんですけど、時間帯によったらもう座れん時が多いんで、もう美味しいし量もたっぷり入ってるし安いですね。今時の値段ではないですね。ABC がすでに報道してたんですけど、安全、繁栄、自由の新時代を立ち上げるんだと、このような言葉もありました。進めるもんはな、進めるもんはな、パンは進めて置いとったら。あ、さつまいも、あそこらがさつまいも切っとこうか。32年間同じ場所でずっと味を守ってきたっていうことですよね。そうやな。まあでも嫌なこといっぱいあったからやめようと思っても何回もあるけどな。お店を続けてこれた理由というか。そうなんやろ、何やろな。最初嫌やったけど、まあまあ面白くなってきたというか、じゃあお客さんがいっぱい来てくれるから、しんどうとも頑張るかな。お客さんおらんかったらもうどうしようもないけどな。お客さんとも結構楽しそうに話されてるのを。そうや。知り合いでなくても結構普通に喋るから。このから敬語なんか使わんよ。もうずっと料理ですね。16ですね。1000円握ってお腹いっぱいになったらええない思いがあって、ランチは毎日おかわり自由ですね。5杯食べても800円です。毎度いらっしゃい。今日ランチカツ丼ですね。カツ丼はいどうぞ。毎度ありがとうございます。はいどうぞ。ランチ今日カツ丼ですね。カツ丼やったら早いですからね。今日ランチカツ丼食べ放題ですね。毎日食べ放題。はい。はいよ。台行くよ。3つ。はい、ありがとうございます。またお願いします。全部おかわり自由なんで。とんかつも何枚食べても800円。はい、とんかつおかわりね。はい。とんかつ入れたて。じゃあまた。ありがとうございます。800円食べ放題いうのはしたかったことですね。すみません、お待たせしました。はい、15分ぐらい。
カツ丼なんで、カツ丼の丼出しですね、これ。取ってからパン粉つけ切ってつけるですね。注文取ってから。パン粉はもう生パン粉しか使わないですね、多分うちのとこは。生のパン粉これで揚げた方がなんか美味しいんですよね柔らかくなるんですよ。始まっとった始まっとった誰持って行ってないOK。もうずっと料理ですね。16ですね。何店舗かこう修行してお寿司屋さん行ったで、あとはもう和食、ずっと和食ですね。はい。それはまあ食べる時に刺身なんかね、お金が張るやないですか。1000円握ってお腹いっぱいになったらええない思いがあって食堂にこういうスタイルになったんですね。ランチでも1000円以内で自分も食べれなかったんでお金なかったんでいいかなと思っておかわり自由もでも食べ物屋さんそういう意味感じかねでやりだしたんですね。ランチは毎日おかわり自由ですね。5杯食べても800円です。いっぱい食べても800円です。今日はカツ丼ですけどね。でハマチの刺身定食の時もハマチもおかわり自由。ずっとはい6年間500円でやったんですけど、ちょっと300円値上げしておかわり自由800円です。食べられる人は結構食べますよ。8年目ですかね、今年で。平日は大体食事のサラリーマンさんもう一気に来て一気に行くからね、12時から13時までの休憩時間の中で食べるんで5分かなぐらいではもう提供しますけどね。土日はお酒飲む人の方が多いかもしれません。ここで昼から中古馬場のどこら辺？ライオン通りどっち？一切の隣でカラオケです。もういいだろここへ来るお客さんはみんな姉ちゃんに不安が多い。兄ちゃんとった。ラーメン OK。はいよ。
泊まれるけん。ビールのあて代わりにラーメ予定があるんですか？ン予定隣お二人で。今日はどうしてお店に来られたんですか？どっか美味しい定食屋さんがないかな。美味しいけど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、毎度ありがとうございます。はいよ。いいお待たせですね。毎度いらっしゃい。はいよ、ランチ行きます。はいどうぞいらっしゃい。今日ランチカツ丼っすね。カツ丼はい。はいどうぞ。毎度ありがとうございます。はいよ。はいはいいらっしゃいどうぞ。毎度。カツ丼オッケーはいよ。ありがとうございます。どうぞいらっしゃい。はいどうぞ。ランチ今日カツ丼っすね。カツ丼やったら早いですからね。今日ランチカツ丼食べ放題ですね。毎日食べ放題です。はいよ。はいいらっしゃい。ちょっといっぱいですね。はいカツ丼。はいよ。
よ。生姜1個置いとくね。大いくよ。はいよ、カツ丼の大。いいよ。カツ丼3つ。大と小があります。大と小。はいよ。ありがとうございます。カレーライス。カレーライス。これはオリーブ地鶏。水足しとんや、それ。汁がなくなったと。もう全部ね。終わりそうや。はいよ。おかわり。ここいいですか。はい、どうぞ。はい、お尻がにカツ丼。はい、すいません。はい、めちゃくちゃうまい。看板切っとって全部なくなった米が。仕事の時はな、もちろんな。休みの時はこれ。休みをで。はい、ありがとうございます。またお願いします。ライキカツ丼一丁。3番。これがライキショーな。失礼します。はい、すいません。卵もね。
くなったし、だしもなくなってカツ丼ができないので、とんかつ単品これも800円に入ってます。全部おかわり自由なんで、とんかつも何枚食べても800円。はい、とんかつおかわりね。800円で食べ放題いうのはしたかったことですね。それでもこうやって来てくれる人がおるんで、ここだけはまあやっていこうかなと思ってますね。普通のことを普通にやっていけたらいいかなと思ってますね。特別なこと何もしてないですよね。普通に作ってるだけなんで、楽しい会話したりが一番かなって思ってますけどね。じゃあまた。ありがとうございます。コットさん。お疲れです。だしを沸かすのと、まあ、うどん打つのと、まあ、もこまごました前にある花のおかずですけど、卵焼きとか魚とかああいうのを仕込むように8時になったら営業しながら仕込みも続けながらみたいな感じで。原価はめちゃめちゃ高いです。あれ、そば。
サバと卵焼き。どっちかがお腹でどっちかが尻尾なんだけど。どっちがね。いいです。はい、どうぞ。祖母の時代から赤ちゃんの時から連れて来たぐらいもうずっとうどんだけじゃなくいろいろ朝からもこうやってね朝食で食べさせてもらえるので早いんですよすごく注文したらすぐ食べて帰れる美味しいです何食べても本当に美味しいはい、600円です。200円でどのぐらいですか？いいのいい。カレーとお店にはよく来られるんですか？週1ぐらい。あ、週1ぐらいで。もう大方50年ぐらいね。50年ですか？ハム丼とカツカレー。大体こんな感じだね。中華だね。お店はどうして引き継がれようと思ったんですか？ずっと僕は大阪におったんですけど、はい、子供もできて帰ってきて、そんな時にごしょっとおばあちゃんがね僕おって、後継ぎがねそのおじさんがしょったけど娘さんばっかりおらんけんみたいな話で、まあ手伝いから僕らとやりよってみたいな流れで、そうそう、もう僕の代のその男系が僕しかおらんかった。これもお酢から全部作ってます。基本的なものは自家製で、天ぷら粉も寿司酢とかもだしとかも全部作ってますね。チラシです。チラシです。ここの天ぷらとか見たら。
凍りますね。こんなに強くなってアスパラガス、お持ち帰りもうこういうねおかずとかをねみんな持って帰ってくれるんですよね。できました。はい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 。あ、ごめんなさい。はい、置いといてください。お待たせしました。はい。今から入れてください。オムライスおかず。ありがとうございます。はい。はい、オムライス。はい、オムライス。久しぶりです。そう。昔はようきょうってんけど、美味しいんでね。何食べても。
いったよ。この店にのざるそばやないと認めんのよ、うちの子。ざるそばにうずらの卵が入ってますけど。親子丼が来てます。中華に。はい、天ぷらうどん。飯野さん。いらっしゃいませ。オムライス2つ。ちっちゃい頃よくやったね。うん、美味しいです。今日はオムライスの気分やったけん、もうオムライスにした。恥ずかしい。ございました。はい、オム大です。いらっしゃいませ。ごめんなさい。はい、すみません、お待たせしました。はい、オムライス。お待たせしました。なんか、甘ね。手渡しになります。ありがとう。はい。好きなお店なので、はい、ちょっと出かけた、はい、帰り。何年ぐらい通われてるんですか？もう物心ついた時からですけど、お味も雰囲気も変わらない。美味しいです。美味しい。美味しい。天ぷら丼に。ねえ。
大丈夫？片面じゃなくていいんやろか。うん。何も言わないもん。なし。ネギなし。この前は1週間ぐらい前に来たかな、安定しとらいな、味が自分好みで。はい。ありがとうございます。鍋です。回収した。よくまではおらんね。かな。反対か。私いつも右にしてしまう。年齢集まりですもんね。はい、カツ。
お好みでこし。お尻のあたりに当たったでしょうか、小園デッドボールです。田中と小園がそれぞれ失点。パスキングの提供でお送りします。昨日の第1試合は9対4で巨人が勝利しまして、大敗でしたが、シーズン初の4連勝2点タイムリーを打ちました。その大林、チームに頼れる4番。夕方はね、もうずっとこうスープ沸かしとったら辛くなるんで出しとんですよ。お店の成り立ちについてお伺いしたいんですけど。自分のお父さんとお母さんが店をしてて2代目なんですけど、お店ができたのは53年かな。もともとはここじゃなくて真っ先の方に小さい店にしようったんですけど、もうこっちに来て35年ぐらいなんで。山岡さんが代替わりされたのは何年前ぐらい？15年前だと思います。見分ける基準とか。脂身が結構硬くてしっかりしとるとか、ツヤですかね。赤っぽくってみずみずしい感じの。
これが200g の特製ダブルとんかつのお肉。本当にもう食べた時に歯ごたえも大事なんやけど、この歯ごたえがないぐらい美味しいと思います。これはダブルとんかつ。150g。もったいないけどここも取って、この状態にしてとんかつにする方が美味しくできるかなとは思うんですけどね。この筋を取らないとやっぱりとんかつ揚げた時にすごく曲がってくるんで。片栗粉です。片栗粉です。さっき合わせたタレを。焼きそばの肉です。とんかつのお肉って考えたら贅沢ですね。そうなんですよ。だから美味しいんですよ。シューマイとかメンチカツも全部新鮮なんで、ヒレも入ってますしね。
お店にはどのくらいの頻度で来られるんですか？今と美味しかったから、だからまた来たいな思って。お父さん、カツ丼のお味はいかがですか？美味しいです。お店はもうお気に入りですか？はい、気に入ってます。また来たいと思ってます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。お待たせしました。とんかつ定食です。シューマイ持って召し上がりましたらお待ちしますね。こちら失礼します。一番さん、カツ丼2です。はい。
ダブルですか。お店の気に入ってるところはありますか？とんかつですね。が美味しい。美味しいです。はい。いらっしゃいませ。カウンターでもいいですか？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。2名様、空いてるお席どうぞ。終わりです。お店にはよく来られたんですか？仕事で来た時にたまに寄らせてもらえる。美味しかったんで、来た時はお昼時間が合えばみたいな。お気に入りのメニューとかしますか？ダブルのやつ。普通のランチ800円で安いんで美味しいです。お店にはお二人でよく来られるんですか？何年ぐらい通われてるんですか？店主さんがまだ先代の。あ、そうです。先代のお父さんから。お店の好きなところとかありますか？
今日のお味はいかがでした？うまかったよ。お願いします。料理の道に進むっていうのはもう最初から結構決まって、小学校の時にはもうするって言ったから、卒業文集の将来の夢にもとんかつ屋さんって書いてるし、こうお店を継ぎたいというか、きっかけとかあったんですか？でやっぱ親がしよるに自分もせないかんかなっていう、それが当たり前やと思ってしてきたかなとは思うけど。お店にはよく来られるんですか？週1回ぐらい。うまくて安いですよ。何がお気に入りですか？とんかつ定食。今日のとんかつ定食お味は？はい。いや、変わらんな。いつもとね。はい。お願いします。お願いします。お待たせしました。こちらもお願いします。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お願いします。
はい。ビールも瓶じゃなくて生の飲んでほしいけどな。一番最初に大体のお酒飲む人はビール飲むし、美味しいビールを飲んでほしいな、やっぱり。とんかつ定食。ご注文お揃いですか？はい。お箸そちらからどうぞ。とんかつお味はいかがですか？めちゃくちゃ美味しいです。お店にはよく来られるんですか？僕ら大阪なんで出張で来てるの初めて来ました。サクサクで美味しいです。サクサクで脂っこくもなくて美味しいです。おすすめのメニューは？よく出るのはやっぱりとんかつ定食とかカツ丼とかシューマイとか。おすすめはやっぱりでもダブルとんかつとか特製ダブルとかの大きいとんかつがいいですかね、やっぱり。心を込めて作った料理、それがお客さんに喜んでいただける、満足してもらえる、お金払ってくださるのにありがとう言うてお礼を言うてくれるいうね、そこら辺のまあやりがい的な部分がありますね。串をまず今からこのだしとその海水の醤油をこの中に入れていくんで、
だいぶもう寝かしてしょんで。で押して冷やす。アクをちょっと取っていかないかんですよね。それ取るでしょ。でこれを押していくんですよまた。これで営業始まるぐらいまで冷やしていくんですよ。始められて何年ぐらい？ 26年。20歳の時からやけん、まあ46になったけど、はい。まあ、鰹節は鹿児島の枕崎さんの本枯れ節ですね。まあカンカンと音がするぐらい乾燥させて何度もカビ付けをして最後に黄金カビいうのが出てくるんです。大体3回ぐらいカビ付けするんですかね。そうすることによって水分とか雑味とかをカビが吸い上げてくれるんですね。で凝縮した美味しい鰹節に仕上がる。値段ももちろん最高に高いんですけど、それがまあ最高のものと言われてます。もう雑味をカビが吸い上げてくれる利尻昆布、まあだし昆布で有名なんですけど、この中でもまあ最高じゃ言われてるぐらいカブカさん、香りに深いと書いてカブカ、味も濃いですしうまみが強いです。100匹とかね。成果不良。成果不良。ネギ少し。もう83よ。木がテキパキされてるから。元気すぎて。面をきれいにちょっと形が異物になるんですけど。こんばんは。
先代の僕の、父親が創業して、僕が小学校3年ぐらいの時に父親が始めて、高校卒業してその後調理師の専門学校、東京のそこ出て3店舗ぐらい蕎麦屋修行に行ったんです。最初千葉の船橋の埼玉の所沢で長野の松本、その3店舗でちょっと修行してで帰ってきたから。お蕎麦屋さんを継ぐっていうのは結構決めてという。そうですね、もう勉強嫌いだったけんね大学行く頭もないし、親がそういう蕎麦屋しよったんで、料理とかにも興味あったので、継ぎたいなと思って、親の手伝いをしたい気持ちが芽生えてきて。お蕎麦は大好きというか。好きです。もう毎日食べてます。ここに来たら癒されるとかね、そういうお話は聞くし、あそこの3番の席が空いとったらもう喜んで行かれるお客さんも結構多いですね。我が天子大将。蕎麦粉がうち信州産なんですけど、八ヶ岳363のだいたい標高がね1200メートルぐらいから1600メートルぐらいの時で栽培してるんですよ。で高地栽培のええとこいうのは朝と昼と夜のこの寒暖の差、これが激しいんですよね。で朝と晩はぐっと気温が下がって日中はぐっと上がる、その寒暖の差によってそばの本来の甘みとか味、そういうもんが深まる言われてます。天ぷらそば普通のが一つと、一つと、はい、大が一つで。はい。
はい。ちょっと。はい、テイスト。はい、はい。メモリー。美味しいですね。多い点ね、大変です。若鶏そば。はい、若鶏そば大。ありがとうございました。あ、ここって言おうか。あ、そうなんですか。
じゃあいいや、ちょっと7人ぐらい。もうすぐ作ります。はい、8番。お寺で勉強会がありまして、それの帰りに有名なお店だと思って、よろしくございます。若鶏そば大塩素
私はフル丼なの。かきたまませね。手が2本で足り。あれ、あれがあった3つもあるんですよ。また次にある。ちょっと天つゆ沸いたよ。かきたま、ネギ抜き、生姜抜き。はい、かきたまそば。そば。やばいました。第2かけ物にない。麺もいらればかけ物だ。はい。はい。はい。まだカレーできてないんで、その前に。親丼10番。いらっしゃいませ。あ、クッキーをここ巻いたけんね。よいしょ。ここの中に。はい、かけそう。はい。はい。狭いからね。大丈夫。はい、転送。はい。若鶏味が出ると人気あるってよう出るんです。若鶏そば。若鶏そば。はい、お肉そば。そばの味は残しつつ、そのつながり、喉越し、
そういうのを求めたらまあ今しかない。細いですね、細麺で結構細め、大体20秒台ぐらいで。やっぱり蕎麦屋の昆布いうのは醤油とかみりんとか砂糖だけじゃない、そのだしのうまみも加わるんで、まあ大体美味しい言われてますね。人気あります。そこに関わってもうさあ35年ぐらいになるんじゃないですかね。心を込めて作った料理、そばに限らずね、それがお客さんに喜んでいただける、満足してもらえる、まあそういうのがやっぱり嬉しいですね。声が聞けたりしてね、お金払ってくださるのにありがとう言うてお礼を言うてくれるいうね、そこら辺のまあやりがい的な部分がありますね。なりますので、もちろんそれがなかったら飲食業はやっぱりもうみんな足らんのじゃないですか。やっぱりそれがあるけんね、嬉しい。お蕎麦の味いかがですか？うまいからしようね。ですか88歳。ございました。ございます。でも今出しました。はい。どうぞ。
美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございました。そういう角度が多いけどね。短いですね。初めて見た。合いそうです。これも正解できました。はい。自転車のお客さんが結構来てくれるんですよ。だからこんな自転車のラックも置いて。日がつくと結構厨房は暑いですか？でオーダーがどんどん取った時はねまた大変なんです。40度ぐらいになるんちゃう？ここもともと居抜きなんです。前の人がラーメン屋さんとかうどん屋さんとかでこれをまんまこううちが借り入れてその時の道具がそのまんまなんでね。さあ何年つくことやら20年では効かんのちゃう？うちおかわりをねしてもらえるんですよ。豚汁なんやけど豚汁のついとメニューはねまあ1杯だけなんやけどね割と量けいるんです。ひつまぶしっていうお塩ですよ。
豚のかば焼きを最後にひつまぶしのお茶漬けで食べてもらうってやつだ。それのお出汁を今作ってます。どういったものを出されてるんですか？ちょっと独自に作ったタレを使ってね、もうこの豚肉を使ったかば焼きをね、炙り焼きにしてね、豚かば焼き、炙り豚丼というのと、豚ひつまぶしというのと、まあそれらの定食が4種類かな。豚バラ肉。やっぱロースに比べて脂身は多いんですけどね。お肉の脂の味自体にやっぱ奥みあるしね。これで一切れ、はい、松が3枚乗っとるんですよ。1枚ずつ増えていくっていう。お客様はどういった方が多いですか？仕事しよう途中の方とかね、大学がちょっと近くにあるんですよ。ここの学生さんはやっぱ多い。豚のかば焼きはどうやって思いつかれた？まあ地面のうなぎをちょっとしたりしよったんでね、このタレに合うような素材はないかなと思って、まあアイデアとしては豚肉がちょうど合致したっていうかね、まあほんでこんなことしよう人もおらんのでね、やっぱしてないもんをしようかなと思って、まあうなぎのタレやでもご飯にかけるだけで十分美味しいんでね、まあそれを豚肉にちょっとやってみたら、まあたまたま合ったというか。なんかお店のテーマというか、なんか大事にされてることとかってありますか？まあうなぎを毎日食べるっていうより、敷居が高いとこなんで、もうちょっとお安いにね、お腹いっぱいになってもうでね、喜んでもらえるように、わざわざ来てくれるお客さんにね、この期待を裏切らんようにはとにかくしたいなと思うんですけどね、満足感が感じてもらえたらそれに越したことないなと思ってね。これお肉は1日分ですか？平日1日分ですね。アクがだーってこう出てくるんでね、これを待って、これでここから洗い出すんで、もうちょい。これからお肉入れますので、ですよ。でそれをもう一回圧力鍋で茹でられて、でもこの状態でね、温めた状態でオーダーを待つんですよ。そうです。昔は炭焼きでしよったんですよ。最近なんか機械も新しいのができて、遠赤外線が出るなんか棒なんやって、熱量はかなり高いですよこれ。これはね、朝々ね、これ精米してきて。まだお昼からお米洗いますけどね。1日に何回くらい炊かれるんですか？5、6升。5、6升ぐらい。定食にまあご飯がついとるでしょ。でこれはもうおかわり何べんしてもうてもええようにしてやるよ。お肉がちょっと味の濃いお肉やしね、ご飯がいっぱいではやっぱ足らんところはあるよね。
じゃあお休みの日は何をされてることが多いですか？チャリ乗っとるから山行ってます。よう山行ってこう自分で喋り持ってなネタ探しにいろいろあちこち行くんや。ずっと料理人をされてきたっていう。もともとうなぎ屋さんで職人をされてあったっていう。はい、まあこれはまあここのお店作るきっかけはうなぎ屋さんですよね。いいですか？これは豚汁用の。そうですそうです。それ
ので回収していきます。はい、これが主なね、多め。失礼します。お待たせいたしました。ゆびたと歯磨きです。食券いただきますね。11時半。いらっしゃいねー。いいよ。ひつまぶしの梅は2つです。どうぞ、以上でーす。まぶしの梅は2つです。はい。よっ。豚かば焼き重の姫でございます。いけますか？離しますね。お気をつけください。お待ちでございます。失礼いたします。カメラいける。あ、ごめんよ。ありがとうございます。わざと火を起こすんよな。また喜んでくれる。はい、ありがとうございます。ご飯。
だいぶ塩になったけど、ほんまにナスが熱かったけど大変やったよ。ありがとうございます。波を2つとメニューを2つです。はい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。炙り豚と並盛りです。ごゆっくりどうぞ。失礼します。美味しい。醤油とか持ってたら。やるとの渦抜けね、でぐるっと回ってきますね。この人が食べて美味しかった言うんでね。美味しいです。美味しいです。これ柔らかいし。歯がそんなに強くないんだけど食べれる。食べます。今お手頃で、今ものは美味しい。あ、ごめん。3時間で落ちかんの。よし。いらっしゃいませ。チャンピオンからまとめください。これ梅。はい。豚汁おかわりです。失礼します。失礼します。
です。何？はい。失礼いたします。お待たせいたしました。豚かば焼き重の。失礼いたします。お待たせいたしました。豚キスマル。おめでございます。ごゆっくりどうぞ。ゆうちゃんと一緒に。お待たせいたしました。上がり豚丼のおにぎりです。あ、よろしく話しますね。いける。今回やな。これ何？大盛りです。大盛りだけ？ちゃうやん。違う？わさびの位置がちゃう。騙されて。お待たせいたしました。豚かば焼き定食特上です。電車がよく行きましたよ。今日なんや？梅。通信はええんやけど頭打ってしゃあない。はい。よっ。すいません。次何を4つ。
波をから行く？これ波。波はい。波のお客様。なんか火がつかんのどうしたん？そしてチーズあるんだ。はい。よし。ごめんなさい。あ、いいか、気分だった。ほんで、どこにいた？ここからか。かば焼き。席が空いてないからちょっと待つっておっしゃいよ。清見丼のお客さん、前を失礼いたします。はい、話しますね。はい。ご飯食べる味ですね。味です。あれもすっごい美味しいです。もうありがとうございます。なるほど。よっ。熱い。お安うな意見なかなか使うんがビクビクするわよ。中和分ね。それ姫を一つとひつまぶしの松を2つです。はい。
これなんか乗っとんかよっ梅ちゃん梅ちゃん違うこれ竹をほなできました、はい、これほんでチーズで終わり、お汁入った入ってないのカバとスマブシ。ますガーリックネギ玉豚丼のおすすめです。はい、どうぞ。はい。大盛りです。しゃもじだ。はい。あ、小鉢がね。はい、お待たせ。いただきます。いただきます。昨日レースに出てて、はい、一緒に出てたんですけど、で今日走るってその帰りに美味しいです、はい、いつもこちらを頼むんですが、いつもリピートしてますお客様がよく頼まれるメニューとかって結構ね、均等なんですよ。豚丼とかば焼きとひつまぶしが割合にも均等で出てくるので、おすすめはひつまぶしです。冷やみ丼のマリロース1枚追加では2つです。はい。
りがとうございます。ありがとうございます。運びます。それぞれ必要でしたら後ろにございますので、どうぞ。あんなんが身近にあったら面白いなと思うけどなかなか。よっ。失礼いたしました。豚ひつまぶしの竹でございます。これ食べると元気出るんで、ちょっと疲れた時に来てます。これも美味しいです。うん。何度も来られる理由というか、お待たせしました。豚かば焼き重の梅でございます。失礼します。ありがとう。いただきますね。ちょっとまあ、はい、こんなもんですわ。
豚ひつまぶしの松です。店名の由来とかってあったりされるんですか？由来はね、ちょっとかっこように言うたらね、喜ぶ源になりたい人、喜ぶ原点になりたいっちゅうんで原になってることもある。よし、10キロから多い時で15とかかなーって感じ。で、黒い焼き飯っていうのがあって、ちゃんぽんうちすっきりした味やけん、それを2つ合わせて無限ループしてもらいたいっていうようななんか味付け、あ、これはちゃんぽん専用焼き飯やなみたいなイメージ。カツ丼はデミグラスソースが乗っとんよ。もともとうちの祖父は洋食屋さんをしよったけん、こっちに帰ってきてイーグルを作った時に洋と和が融合した他ではなかなか味わえれんようなカツ丼になってる。それもすごく人気で。頑張ってきます。チャーシューになりますね。チャーシュー麺に使ったりとか、焼き飯に入ったりする。ずっと先代さんの頃から。そうそう、愛麺っていう、もともと地元の、製麺所で。9月終わりましたよ。
多分コロナの時ってみんなしんどい思いしてたりして外に行きたくても行けなかったりとか、だからイーグルの通常メニューじゃなくていろんな多国籍料理を作ったのもなかなか外出れないよねっていうので、お口の中だけでもどっか行った気分が味わえたらなと思って、うちもともとちゃんぽん屋だけど洋食屋してたしって言って、なんか国とか関係なしになんかいろんな料理を提供できたらなっていうのが多分そこは大きいかな。ほい、日替わり完成。じゃあ入れます。祖父からです。だからもう60年以上あのカツ丼でもう僕たちは育ってますね。はい。席どうぞ。はい、ちゃんぽん出ます。はい、ちゃんぽん2つ。
ちゃんぽん焼き飯セットですね。子供の時からずっとある。おなじみの味噌ですか？美味しいです。もともと祖父が洋食屋さんを東京の麻布十番っていうところでしてて、そこはスタッフとして入ってたんですけど、で兄弟が八幡浜ちゃんぽんでロンドンさんっていう店があるんですけど、その祖父とロンドンは兄弟で愛媛に帰って一緒に仕事しないかっていうことで愛媛に戻ってきたっていうのが最初のきっかけで、自分の店が持ちたいっていう風な流れになってロンドンと別れて、また自分の洋食屋の名前がもともとイーグルっていう名前だったんで、その店の名前を継いで八幡浜にイーグルができました。ちゃんぽん屋って言いながらどちらかというと定食屋のノリが強くて、とんかつ定食とかっていうのがあったんですけど、ちゃんぽんに特化したご飯屋さんっていうところをもっと強めてしていったっていう形です。辛さが1から5まで。2にしてきます。はい、わかりました。赤ちゃん2からです。から1から。はい。一緒です。
きます。お父さんこっちにする？今日はどうしてお店に来られたんですか？久しぶりにちゃんぽんが食べたいなと思って。東京に住んでるんですけど、帰ったら必ずソウルフードのちゃんぽんを食べるようにしてるんで、連れてきてもらいました。地元のちゃんぽんの味は？ほっとしますね。美味しいです。昔から来てますね。高校自分から言われました。お父さんの高校自分だから60年70年、カレーとか、麺とかやっぱ口に合うんやろな。美味しい。お店によっていろいろと味が違うので、いろんなところにちゃんぽんがあるんですけど、その味を食べ比べてみるっていうのもなかなかいいですよね。ごちそうさまです。昔からの味と思います。スープもあっさりとしたスープでな、美味しかったです。はい、ちゃんぽん。ほい。山さん出ちゃう。はい、ちゃんぽん3つ。はい。緊張します。いつもちゃんぽんで焼き飯です。ちゃんぽんはお味いかがですか？美味しいですよ。二日酔いには最高にいいです。あっさりの鶏ガラなんで。はい、お待たせしました。ちゃんぽんです。ちゃんぽん2つと焼き飯のうまみを1つ。
で懐かしい味を食べたくて相変わらず美味しいちゃんぽんでした。優しい味ですね。とってもね、食べやすくて美味しいです。夏休みとかもそうやけど、自分の中のなんかソウルフードじゃないけど、なんか思い出の味として思ってくれてるお客さんが多いみたいです。元気になったり笑顔になったりコミュニケーションが生まれたり、食を通じてその人の一日の活力を生み出せればなっていうのが僕が食の部分で携われるところなんだろうなと思ってます。はい、一日の活力を作るための場所っていうのがコンセプトかもしれないです。はい、すごく原材料が高くなったり人口が減ってる町だったら人材不足だったりお客さんが少なくなってくるっていうのが目に見えて分かるようにというか、その中でどう付加価値をつけていくかっていうところと、八幡浜に来たらあそこ行かなきゃねって言ってもらえるような、店作りにはしていこうかなって思ってます、今後は。